皆さんこんにちは、ティオです。今回は冬休みに自分にノルマを課していた4冊の感想をお届けしたいと思います。あともう1冊最近購入した本でおまけとして1冊ご紹介したい本があるので、そちらを最後にご紹介したいと思います。それでは動画スタートです。はい、ということで、まずは冬休みの間に私が今年は読むぞと決めた4つの本があったと思うんですけど、こちらの動画ですねを読みましたので、その感想動画を上げたいと思います。ですね、1冊目がこちらでした。究極読書の全技術。2冊目がこちら、月曜日が嫌いな私の好きなこと。で3冊目、美味しくってありがとう。で4冊目、 N でした。はい、ということで1冊ずつ順番にお話ししていきたいと思います。ではまず1冊目はこちら、究極読書の全技術ということで、斉藤隆さんの本になります。こちらはですね、こんなに分厚い読書についての本になっているんですけど、すごく読みやすい文体で書かれていましたので、こんなに分厚いんですけど4冊の中で一番最初に読み終えることができました。でこの本のもう初めから最後まで通して斉藤さんは、読書をするっていうことは本当に社会で活躍していくためにも生きていくためにも大切なことなんだっていうことをおっしゃっていまして、で読書をする方がもう絶対的にいいんだっていう、読書をすごく肯定してくれる文章がもう随所に現れていて、読書が好きな私としてはすごく読んでて楽しくなったし、元気づけられたし、勇気をもらえる一冊でした。なのでなんか周りからそんなに本ばっか読んでとか思われてる人とか言われちゃってるよっていう人は、ぜひこれを読んで、いやいや斉藤先生もねみたいなこうやって言ってるし、読んでる方がすごくいいんだよっていうのをもう裏付ける証拠としてもうバンと出せる本なんじゃないかなと思いました。でこちら一番最後巻末にですね、斉藤さんがおすすめする社会人が読んでおくべき50冊のリストっていうものが載っていまして、でいろいろあるんですけど、有名どころから、私はあんまり知らないなっていうものとか、有名どころで言うと学問のすすめとか福沢諭吉の、とかフランクリン自伝とかカーネギー自伝とか、案外自伝を読むのがおすすめっていう感じみたいですね。でこの50冊が載っていますよっていうのは目次とかにも書いてあったのでもともと知っていたんですが、章ごとにたまにもうその章の最後にもおすすめの本っていうのが何冊か紹介されていまして、50冊どころじゃなくいろいろおすすめの本っていうものがこう載っているので、そういう点でもこの本を読んだ後に次何を読もうかっていうのに迷うことなくこう導いてくれるっていうのもすごくいいなと思います。私はこの本を読んですごく、さっきも言ったように勇気づけられたので、いろいろな本ここに載っているのを次読みたいなとは思うんですけど、何せこれ図書館で借りてしまっている本なので、あと1日2日で返さないといけないんですね。でそうなると50冊の本を覚えてられないから、どれか主要なちょっと10冊ぐらいだけ書き出して後々読もうかなっていうリストに入れておこうかと思っています。なのでもしそういうことになりたくないなっていう方だったら買ってもいいんじゃないかなと思います。定価で買っても1600円プラス税なので、こんなに分厚い割には1600円っていう結構破格な値段なんじゃないかと思います。で、こちらの本はね、ちなみにこちらの本はちなみに2022年に出ている本ですので、そんなに古くもないですし、今買っても別に損はない本なんじゃないかなと思います。はい、ということで1冊目はこちら、読書の技術の本でした。では続きましてはこちらです。月曜日が嫌いな私の好きなこと、ほうじ茶さんの本になります。もうこちらは絵がね可愛くてすごくもう気に入って即決っていう感じで買った本だったんですけど、前向きになれるような言葉がいっぱい詰まった、エッセイというかそういうパートと、あと後ろの方には手紙、ほうじ茶さんからこう私たちへの手紙っていうのがいくつか載っているというものになります。でその手紙のところに関しては横書きで
書いてあるので、こういう風に本をして読むっていう形なんですね。なんかそれがすごく新鮮でした。こういう形で読む本ってあんまりないじゃないですか。横書きだったとしても普通のこの向きで普通にこう横に書いてくれてるっていうものが多いと思うので、なんかこういう形で読むと本当に手紙をこう開けて読んだみたいな形で思えて、すごく新鮮で面白かったです。で、こちらの、本なんですけど、私買って読む前は結構こういう可愛らしい絵にありがちな自己肯定感を上げてくれるというか、もっと前へ進もうみたいな、もうこれからの未来は変わっていけるみたいな、自分は変えていけるみたいな、そういう系の話かなって思ってたんですけど、これは自己啓発系の本の中でもそういう類の本ではなくって、今ある自分というものを肯定する、そのままでいいんじゃないかっていう、そういうことを書いた本だと私は受け取りました。なので、その嫌なことがあってそれで落ち込んじゃってもいいんじゃないかみたいな、そういう時あるよみたいな、そういう感じの受け取り方ができる本だと私は思いました。で、この中でですね、いろいろ面白かった話はいっぱいあったんですけど、例えば42ページにある新しいノートとイクラっていうのは、私もノートが好きなのですごく気持ちが分かって、こういうことあるよなって思いました。なのでぜひね、読んでみてほしいなと思います。で、あとはですね、例えば146ページのせいろの話。せいろって蒸し器ですよね。最近ブームの木のこういう丸いのを重ねて、ああいう中華料理とかでよくあるものなんですけど、そちらの話が出てきて、ブームだもんねとか思いつつ読んで、うちにも2つぐらい母が好きで買っているものがあって、あれ結構便利で、ちょっと話ずれちゃうんですけど、冷凍にしていたご飯とか普通に冷蔵でこう、冷蔵にして保存してあったご飯とかって電子レンジでチンしてもあったかくはなるんですけど、ちょっとパサッとしたりとかするじゃないですか。なんですけど、せいろで蒸して温め直してあげることですごく水分を吸収して、ふっくらなんか炊きたてに戻った感じになるっていうのがあって、それが一番やるんですけど、我が家ではすごく便利だなと思います。そんなに時間もかからないですし、あと野菜、蒸し野菜とかは普通かなと思うんですけど、そういうのもやったりとかいろいろ使用してます。はい、そんなせいろの話とかが載っててすごく面白かったですね。はい、こちらはもう本当に身近に置いておいて、ちょっと心疲れちゃったなみたいな時にパッと開いてそこのを読んでみるとか、そういう形でも使ってもいいかなと思うので、これもあんまり図書館で借りるとかじゃなくって、手元に置いておいた方がいい本かなと思いました。はい、ということで2冊目こちらでした。それでは3冊目こちらです。美味しくってありがとうという平野咲子さんの本になります。こちらは今まで紹介した本と違って対談集になります。ポッドキャストで平野さんがこうやられているものを文字起こししたっていう形になっていて、平野さん単体の回もあれば、いろいろなゲストの方がいらっしゃってて、その好きな食べ物の話とか嫌いな食べ物の話をこういっぱい載っているっていう本になっていました。私食べ物に関しては好きも嫌いもないというか、すごく情熱を持って食に関して語るっていう感覚はないんですね。なのでそういう私では楽しめないかなとか思ったんですけど、でもやっぱりこうやって平野さんだったりゲストの方々がこの食べ物のこういうところがすごく好きで、こういうところがおすすめなんだみたいな話を読んでいるだけで、そうなんだ、じゃあ食べてみたいなって思ったりとかするので、食のことにあんまり関心がないよっていう方でも読みやすい本だなと思いました。やっぱり食に関心がないっていうだけで食の本って敬遠しがちなんですよね。あんまり興味がないしとか、小説とかでも最近どこどこのカフェの話とかレストランの話とかいっぱいあると思うんですけど、ああいうのを読むよりはより身近な感じで、実際に売られているものとかロイヤルホストの話とかも実際に存在する
ものたちが題材になっているので、よりこうとっつきやすいんじゃないかなと思いました。で、私がですねこの中で一番好きだった話は、自分も好きなのでって感じなんですけど、紅茶の話です。モスの紅茶がすごくいいんだっていう話をここで書いてあって、そうなんだと思って、それを読んだ後すぐちょっとスマホで調べてみて、本当だ、モスの紅茶ってキャンディーって書いてあるって茶葉の名前なんですけど、なんかそのキャンディー茶葉っていうのを使うのはすごく珍しいらしくって、なんか単体じゃなく掛け合わせでいろいろ入っててこう飲むってことはあるみたいなんですけど、紅茶の専門店以外でキャンディーを単体で飲めるっていうのはそうそうないみたいなことが書かれてて、紅茶好きとしてはそれは試してみないとって思ってたんですね。で、なんかの時にじゃあモス入ってみようと思ってモス行ったら、なんかその日は多分1日とか2日だったと思うんですよ、正月の。だったので早く閉まるっていう感じに、夕方5時とかで終わりみたいな日だったので、なんだと思ってそこにたどり着いたのがもう4時40分過ぎとかだったんですね。なのでちょっと断念してまだ飲めていないっていう状況なんですけど、ちょっと近々、飲んでみようかなと思っています。モスの紅茶すごいらしいです。はい、ぜひもしね飲んだことあるっていう方がいたらどんな味なのかとか教えてください。はい、ということでこちらの本3冊目、美味しくってありがとうでした。ではラスト1冊、こちら N ですね。道尾修介さんの話題の本になります。ようやく読み終えることができました。こちらは何で話題になってたかっていうと、6章あるんですけど、どういう順番で読んでもいいっていう話で、どの順番で読んでも話が成り立っていくと。だから全部で720通りの読み方があるっていうことで話題になった本でした。で、私は今回その720分の1を読んだっていう形になるんですけど、順番をお話ししたいと思います。この記録にちゃんと1個ずつ書いたので、ですね、それを見ながらいきますと、まず最初が落ちない魔球と鳥から読みました。で、次が笑わない少女の死、で眠らない刑事と犬、飛べないオスバチの嘘、名のない毒液と花、消えないガラスの星という順番で私は読みました。はい、で読んだ感想としては、すごくうまくこう最後の話に向かっていろいろな謎が解けていってすごく良かったです。で、この本についてみちおさん自身が私がたまに宣伝をしている本読みましたっていう BS の番組で出演されていた時にお話ししていたんですけど、みんなこの本を読んだ後に感想をくれるんですけど、みんな自分の順番が正解だと思いますって言うんですよねみたいな、一番いい順番で読んだと思いますって言うんですよねみたいなことをおっしゃってて、へーって思ってたんですね。で、実際私が読み終わった感想としては、なんかやっぱり私が読んだ順番結構良かったんじゃないかって思いました。で、どうしてそう思ったかっていうと、なんかこの話を聞くより前にこの話を読んでない方が良かった、この話を後に読めて良かったなっていうものが結構あって、その間はねこう空いてたりするんですけど、そういう風に思ったので、なんかまんまとこの N の罠にはまったっていう感じなんですけど、そういう風に思いました。で、先ほども言ったようにどの順番で読んでもいいっていう話なので、その人それぞれ感想は違うとは思うんですけど、私はねこの先ほど話した順番で読んですごく良かったなって思いました。で、一つ疑問だったのが、途中でこれは短編集、連作短編集とかとどう違うんだろうっていう疑問が私の中にはあったんですね。一つ一つ短編で完結していて、でたまにその前に出てきていた人がこっちの話でもなんかいるなみたいな感じの時もあり、そういうのってあるじゃないですか。で、これは短編集とは何がどう違うんだと思って、何がそんなに話題になったんだっていう
感じはしていたんですが、最初最後まで読んで綺麗にまとまったなって思ったんですね。で、確かに綺麗にまとまったけど、そのじゃあ短編集とどこが違うんだみたいなことを結局最後まで思っていて、そこの凄さっていうものを私はあまり自分の力では実感できなかったんですけど、一応これ解説がついています。で、解説のことは話さないんですけど、ネタバレみたいになっちゃってるので、その解説を読んでなるほどと思って、そういうのが他の短編集とかとは違う点なんだっていうことを知って、そういうのを聞いて改めて思い返してみればそうかなっていうふうに思いました。なので、ただ単に私の読む力量が足らなかったせいで、何がこれ短編集と違うんだろうみたいな、別に面白い本だけどみたいなことになってしまっていたので、ちょっともったいなかったなとは思うんですが、そんな感じです。なので、もしそういう風にね思ったとしても、解説までしっかり読んでいただくとなるほどねって思えると思います。で、これさっきも言ったように720通りあって、じゃあ違う順番で読んだら本当に感じ方とか違うのかなっていうのは今の私の中での疑問です。やっぱり今読み立てで全部の話を覚えちゃってるわけじゃないですか。この話はこういう話だったみたいな。ってなると違う順番で読んでもそうだったよね、この話はこっちの話はこういう風だったよねっていう風に思ってっちゃうのかなと思って、なので本当に一人でこんだけいろいろなパターンを読んで楽しめるのかどうかっていうのがちょっと今のところ私の中では疑問に思っているんですけど、少し間を空けて違う順番で読んでみるっていうのは一つの手かなと思いますので、なかなかちょっと順番回ってこないかもしれませんが、またどこかで時間があれば違う順番で2回目読んでみたいなと思っています。はい、ということで最後の読んでいた本はこちら N でした。はい、ということで今回冬休みの間2週間ぐらいですねの間に読んだ本4冊をご紹介してきたんですけど、ちょっとここからおまけっていう形で1冊ご紹介したい本があるのでご紹介したいと思います。私のインスタをフォローしてくださっている方でストーリーズを見てくださった方は知っているんですけど、こちらです。じゃーん。アンデルっていう文芸誌を購入してきました。で、これどうしてそんなに紹介したいのっていう話なんですけど、ですね、こちら文芸誌でアンデル1新創刊って書いてあるんですけど、見えますか？はい、そうなんです。またゴートみたいに新しい文芸誌がこの度生まれたみたいです。で、こちらですね、こんな点薄いんですけど80ページのもので、次回が2月10日発売っていうことなので毎月出る文芸誌みたいなんですけど、1冊330円なんですよ、税込み。スピンと同じ感じだなと思いました。もうそろそろスピンが終わりにもう差し掛かっていって、あと数回で終わりだと思うんですけど、それが終わったらそういう安い文芸誌なくなっちゃうなって思っていたところにこれ出てきたので、すごく嬉しいなと思います。中央公論新社から出ていますね。はい。で、こんな県の人が第1回では寄稿していますよっていうのが後ろに載っているんですけど、本当に結構豪華で私の好きな人も多いんですよね。この古賀千佳子さんとか、辻村瑞希さん、平井めぐみさん、そして最果てたひさんいらっしゃるんですよ。もうこれは買うしかないわと思って、もう本屋で見つけた瞬間に買おうと思って買ってきたんですけど、多分私の視聴者さんも結構好きな方々が多いんじゃないかなと思いますので、ぜひ手に取りやすい価格ですしチェックしてみてください。これ一応1月10日発売っていうことになっています。私が買ったのが本当にちょうど1月10日で、すごくバッチリなタイミングで買えたんだなっていう、本屋にちょうど行ったんだなっていう感じだったんですけど、はい。で、こちらの本はですね、結構いろいろですね、読み切りの短編から長編連載も少しあって、エッセイ、コラムとかコミックエッセイとか詩ですね、最果てた日さんのとかいろいろなものが
入っているのですごく読みやすいかなと思います。で80ページっていうのがいいですよね。なんか1ヶ月ごとに出る文芸誌ってあんな分厚いのが来ちゃうと無理だと思うんですけど、80ページだったらまあぶっちゃけ1日でもいけなくないページ数かなって思うんですよ。すごく時間がある日だったら80ページは結構あっという間に終われると思うので、すごくありがたい文芸誌だと思いました。はい、ということでおまけでお届けしたこちらの文芸誌なんですけど、すごくおすすめですのでぜひチェックしてみてください。私もまた読んだら感想をインスタか動画かで出したいと思います。はい、ということで今回はですね、冬休みにノルマとして課して読んでいたっていう本4冊と、ちょっとおまけ動画っていう感じで新たな文芸誌のお話合計5冊させていただきましたが、いかがだったでしょうか。もう本当にどの本もおすすめですので、ぜひぜひまだ読んだことがないよっていう本があればチェックしてみてください。はい、それでは今回の動画は以上になります。はい、またこういう風に大型連休のまた自分に課すノルマ本の話はだいたい次は夏のお盆とか夏休みの期間ですねにやることが多いかなと思いますので、次回は夏っていう感じです。はい、では今回の動画はこれでおしまいにしたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。リアでした。